皆さんこんにちは。どうも、チュルでーす。今回はですね、何をするかと言いますと、ノーズシャドウの入れ方についてやっていきたいと思います。ノーズシャドウの入れ方って自分のこだわりとか色々あると思うんですけど、私は3パターンのノーズシャドウの入れ方をメイクによって変えています。その3パターン全部紹介しようと思うわけなんですけれども、今から言う名称がちょっと独特かもしれないんですけど、フルプロテバナ、韓国アップノーズ型、微中核延長型。今回はその3つを全部紹介していくので、自分の好みのノーズシャドウの入れ方とかをちょっとここで見ていっていただけたらなというふうに思います。ということでやっていこう。今回使う化粧品がですね、3種類のみになります。しかも全部プチプラ。はい。まず一つ目が、キャンメイクグローフルールハイライターですね。こういう風な感じになってるんですけれども、あんまり光沢感は正直そこまでないやつになってますね。で、次が、セザンヌパールグローハイライトのシャンパンベージュになります。今ちょっとかなり多めに取ったんですけど、光沢感がすっごい感じの、光り輝くような感じのハイライトになってます。で、最後が、キャンメイクシェーディングパウダーの04番になります。ブルベ向けさん用と、イエベさん向け用のカラーがちゃんと出てるんですよ。2種類で。なので、自分の顔のカラーに合わせて選んでもらえればなと思うんですけれども、まあちょっとブルベさん向けの感じのシェーディングみたいな感じになってますね。今日はですね、こちらの3つのものを使って3タイプの花を作っていきます。ではまず、フルプロテバナっていうのをね、作っていきたいと思います。フルプロテバナっていうのは、こっからここまで全部プロテーゼ入ってんのみたいな感じの花を作っていくっていう感じのものになっております。まずですね、キャンメイクグローフルールハイライターの方ですね。この付属のものを、こう、くる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 っとやりまして、軽くさっさとやってから、花を一直線にここから作っていきます。スーッと、こう、サーンって作って、あげます。自分の中ではちょっと濃いめかもっていう感じで入れていく感じになりますね。この眉毛と眉毛の間のところも埋めてあげる感じで塗っていきます。ここからさらに、セザンヌのパールグローハイライト。これを、ユアグラムさんのアイシャドウブラシと比べたら、まあ大体このぐらいかな。アイシャドウブラシよりもちょっと細いみたいな。で、こちらのパールグローハイライトを取りまして、手の甲とかで馴染ませてあげてから、ごめんね、本当になんかもう偏見とかでは全くないんだけれども、まあプロテーゼ入れてる花ってさ、なんとなく見たらわかるじゃん。でもそれってなんでわかるかって言ったら、あんまりマットじゃないのよね。なんかどっちかって言ったら、ちょっと光沢感が鼻筋に向かってちょっと作ってできてるような感じになるんですよ。なので、先ほど入れたキャンメイクのハイライトが、まあ土台っぽくなっているので、そこにちょっと輝きを足してってあげるって感じになりますね。で、重要なのが、ここからここまでのところをこう、光をこう足してってあげる感じになりますね。花どんだけ綺麗な形してんのみたいな感じで入れてってあげるみたいな感じですね。さっき言ったここまで入れたんです。入れてない部分とのここのさ、なんかちょっと溝が見えるのわかるかな？その溝の部分をちょっと細めに今度入れてあげるみたいな感じですね。同じ筆でもいいので。あとは鼻先の方になりますね。鼻を若干浮かせてみせたいっていう願望がちょっとあって、鼻の付け根の部分って言ったらいいのかな？ここを若干入れてあげて、こう上に向かって馴染ませるみたいな。もう一番濃いのがここ。みたいな。で、今、ハイライト入れただけだとこんな感じになります。で、その後ですね、こちら使っていきますね。ちっちゃい筆だけど、ちょっと固めかなぐらいな感じの筆になるんですけども、こちらは。で、これも若干馴染ませてあげます。手の甲で。プロテバナっていうことなんで、ここからはもうストーンって落としたいわけですよ。なので、まっすぐ。もうとにかくまっすぐこう一回下に下げます。眉毛の付け根のところからストーンって下げてってあげます。で、そのまんま、こっち側まで持っていく感じですね。この鼻の先っぽの方まで持っていく感じになりますね。こんな感じ。で、この時、ちょっと濃いめに入ってた方が、どちらかといったらいいです。ストーンと落とした後に、今度どこを濃くするかによって、彫りを深く見せるかといったら、目頭のこの横ぐらい、この辺が一番彫り深く見えるように。なので、ここはちょっと幅広めに取っていく感じで、もうさっきと同じような感じで塗っていきます。で、これ型取るのはすごいマジで重要で、プロテーゼ入ってるでしょみたいな感じの、ちょっと人工っぽい感じの
鼻を作っていきたいので、形をこう、かたどってあげて、作ってるじゃんみたいな感じを出していきますね。そしたらですね、次、アイシャドウブラシぐらいの大きさのやつで、あんまり大きくないやつでぼかしてあげるといいです。で、この時にあんまりそのハイライト側の方に入んないように、この線をこう、さっさっさっさーっとこっち側に馴染ませてあげてったりだとかしてあげた方がいいですね。で、このぼかしてった時にちょっとついたやつを、この眉毛のところでちょっとカーブつけてあげたりとか、こういう風にね、この三角ゾーンをちょっとしっかりとしてってあげるみたいな。で、もし、はみ出すぎちゃったなとか思ったりとかしたら、こっち側のハイライトの方をちょっとささーっと上からかぶせてあげる感じでやっていくといいと思います。とりあえずこれでプロテ鼻が完成になります。すごい鼻が強調されたような感じになっているんじゃないかなと思います。とにかく鼻が高く見えるっていうのがメリットだなっていうふうに思います。コンプレックスで言ったら、なんか鼻が低いのがコンプレックスだったりだとか、人工的な顔にしたいとかね、そういう人にはこのやり方がすごくおすすめなんじゃないかなと思います。二つ目ですね。韓国アップノーズ型みたいな感じの鼻を作っていこうと思います。こちらの二つしか使いません。さっきと同じ細い筆の方を使っていきたいと思います。ハイライトをですね、同じく手の甲の方でちょっとさささっとなじませてあげてね。鼻先はね、私の場合、ここら辺になると思うんですけども、ここのまま入れちゃうとちょっとアップノーズ気味にはならないので、そこよりもほんとちょっと上の方に入れていきます。この辺ですね。この辺。一番輝かせるような感じで入れていきます。こんな感じですね。で、次、鼻筋の方なんですけど、他の部分を出してここをちょっと引っ込んでるように見せるっていうのがね、一番いいんじゃないかなと思うので、次はですね、ここら辺にハイライトをまっすぐさーっと入れてあげます。はい。こんな感じですかね。そうすると、光り輝いているのがこことここの部分になるので、ここはね、自然とちょっとなんか低めになってるように見えて、こっちがなんかちょんって出てるような感じの雰囲気になります。ここより上の方はちょっとこう指でね、若干さっさっさっさーっと上に馴染ませてあげるような感じで、若干入れてあげると、より自然な感じで光加減が入っていくので、とてもおすすめでございます。次はね、シェーディングの方を入れていきたいと思います。今、ハイライトを入れたこれと同じ筆先を使います。ここからここまでの三角ゾーンですね。を入れていきます。ちょっと薄めな感じで入れていきます。で、どちらかというと、ここの印象は別にそこまで多くなくていいので、もうぼかしぼかしみたいな感じで入れていくんですね。で、ここでちょっとポイントがあって、ちょっと太めにここの幅を取ってあげるといいです。なので、シェーディング入れるときもちょっと離しながら入れていって、ちょっと指でぼかしながら、こう、若干ちょっとだけ埋めてあげるみたいな感じで入れていきます。で、とりあえずここの鼻の筋がこんな感じでできました。そしたらですね、プロテバナの方でも使いました、この細い方の筆を使っていきますね。こちらの細い筆の方にシェーディングを取ります。ここからこの鼻の筋の方に線をカッて入れる感じ。若干斜めに入れるみたいな。縦っぽくじゃなくて、ここに線を入れる感じですね。ここに。で、その次、アップノーズ鼻っていうことなんで、鼻の位置をどちらかといったらちょっと上向きに見せたいわけですよ。さっきの通常の鼻先よりもちょっと上の方に入れてると思うんですけども、そこよりもちょっと下ぐらいかな。ここの方をちょっと囲うような感じで、この鼻先の方ですね。ここさささささーっと入れてってあげます。そしたらですね、次、鼻の繋がってるところあるじゃん。ここの部分ですね。ここにシェーディングを入れます。なんと。するとね、ほら、すごくないもうここだけピンって出てる感じしない今、この土台が出来上がりましたので、何もついてないブラシの方でぼかしていきます。さっきと同じように、この筋を入れたところから横に向かってぼかしていく感じ。ここも若干ぼかしてあげます。さささささ。はい、するとですね、こんな感じになります。スーンってちょっとアップノーズですね、みたいな感じになったんじゃないかなと思うんですけれども。で、さっき多分ここの筋をちょっと太めに取ってほしいみたいな感じで言ったんですけど、韓国系の美容系 YouTuber の方だったりだとか、いろんな人を見てきたんですけど、韓国っぽい鼻だなって思うのに特徴があって、眉間の部分って言ったらいいのかな、ここの部分、ちょっと太めの人多いんですよ。大げさに言ったらだけど、こんな感じの広がり方をしている人がすごくとても多いなと思ったんですよ、私は。それをシェーディングとハイライトで再現してみたんですけど、そしたらなんか思いのほか余計に韓国っぽいなっていう風な感じの鼻になったんですよ。面長の人
ちょっと鼻が長いかなと思う人。どちらかって言ったらちょっと韓国系を目指している人にすごい向いてるんじゃないかなと思います。はい、次3つ目。微中隔延長型をやっていきたいと思います。微中隔延長っていう整形手術があるんですけど、ここをこう下にこうクッて下げるような感じの手術になるんですよ。とにかく鼻を長く見せるっていう感じですね。こちらキャンメイクの方を付属のブラシにやっていきます。手の甲で馴染ませて。まあ別にここは正直好みで高くする高くしないはちょっと決めてもらっていいかなっていう風に思うんですけれども、下がって、それで上がるところらへんからかな。この辺から入れていきます。はい、こんな感じですね。入れていきます。で、これはですね、この鼻先の方にもこうやって入れてあげるといいです。こんな風に。そしたら次、セザンヌの方ですね。また先ほどのように細い筆の方でやっていきます。一番ね、とにかく目立たせたいのは、微中隔延長したい場所になるんですね。ここに、光沢感のあるハイライトの方を入れていきます。ここですね。ちょっとね、ごめんなさいね。落としたり、つけたりとかってしてたら、なんかベースのお粉をちょっとつけすぎたっぽくてうまくつかないので指でやります。この鼻の真ん中のここが一番引っかかりが強く見えてると思うんですけれども、さっき入れたこう下がってって上がっていくところの上がってったところのこの真ん中あたりみたいな感じかな。この辺わかるかな。そこでさっと軽くさって入れるぐらいでいいです。さって入れてぼかしてあげる。これだけでもかなり鼻がちょっと若干長く見えるかなっていう風な感じはすると思うんですけれども、さらにそれを長く見せるような感じにしていきます。次ですね、こちらの細い筆の方で入れていきます。鼻先の方から今度やっていきます。鼻先の方をこうまっすぐですね、斜めに入れるとかではなくまっすぐ入れます。まあこんな感じでまっすぐここからここまでの線を描いております。そしたらですね、ここ光ってる部分は一番高く見せたいっていうか、伸ばしていきたい部分なんですけど、その下の部分、ここの部分にちょっとだけシェーディング入れてあげます。ここを際立たせるためだけに、ここを若干入れてあげます。次はですね、この何もついてないブラシの方で、こうね、上に向かってぼかしてあげます。もうここに濃く入れてるんで、結構ささーっともう全体がいけるんですよね。こんな感じで縦に入れていってあげます。そうすると、見て、まあ不思議じゃない？鼻長く見えん？すごくない？鼻が伸びたかのような感じになるわけですよ。これで何が微中隔延長になってるのかって言ったらですね、錯覚的な問題でやっていくんですよ。微中隔延長とか、ここの部分をすごく目立たせたいっていう時とかは、一番高くしたい部分をとにかく濃いめにこう影を作ってあげて、で、そこからグラデーションを作るかのようにこの上の方にこう伸ばしていくわけじゃないですか。そうすると一番目立つポイントがここの部分になるんですよ。ここの部分が下にこう下がったかのような錯覚を起こすっていう私のなんか独特なやり方になっているんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、これがですね、すごい向いているなっていう風な感じのコンプレックスの人はですね、鼻の長さがちょっと短いかなっていう感じの風に自分で思う方、あとは人中を短く見せたい方、どちらかといったらナチュラルな鼻を好む方っていう感じになるんじゃないかなっていう風に思います。チェルチャンネル。今紹介させてもらったノーズシャドウの入れ方3選っていうのはもう自分なりにめちゃくちゃ研究しまくって出てきた結果っていう風な感じになっております。あからさまにめちゃくちゃ変わるじゃんっていうものは正直なかったといえばなかったと思うんですよ。まあ言っちゃえばね、その土台が変わってないからここまでのめちゃくちゃな変化はないかもしれないんですけども、まあさっきも言った通りなんか錯覚を起こすことによって変わってるように見せるっていう感じなんですよ。少しでもね皆さんの参考になればいいなっていう風に思ってます。お手持ちのものだったりだとか、まあすごくプチプラのものでも試せるものとなっておりますので、ぜひ気になったらやってみてください。お願いします。実際ちょっと違ったかもって言ってもね、恨まないでください。お願いします。はい、というわけで今回の動画いかがでしたでしょうか？参考になるじゃんとかね、チュルやるじゃんたまにはみたいな感じでね、思ってくれる方がいらっしゃいましたらよかったら高評価、チャンネル登録、あと、インスタグラム、ツイッター、TikTok、LINE ライブもやってますので、よかったらそちらも見に来てください。ということで、以上、チュルでした。バイバーイ。